こんにちは、タビエルです。福島の高湯温泉、ひげの家に泊まってきた時のお話をします。場所は福島県の福島市。市の中心地から割と近いところにありまして、3、40分ぐらいで行けるところですが、十分に山です。直接道はつながってませんが、山の向こうは山形県の米沢市という立地です。この辺りの山は温泉天国でして、土湯温泉、野中温泉、新野中温泉、幕川温泉、鷲倉温泉、横向温泉、裏磐梯側に降りると中野沢温泉、米沢側へ行くと乳母湯温泉、滑川温泉、白穂温泉があるという名湯の密集地帯です。本日のお宿はきっとこの山のどこかにあります。道端のあちこちに農園が現れ楽しい気分。今は11月下旬なんですが、リンゴがたくさんなっていて、それにブドウもギリギリ残っていました。他の季節では桃、梨、いちごなどがあるようです。ひげの家はこのフルーツラインと呼ばれる道からそれて山へ向かいます。ひげの家はですね、もう15年ぐらい前に知って以来のお気に入りで、何度となく通っているお宿です。これは液体化した宝石かって言いたくなるような青緑がかった乳白色の硫黄の匂いがする極上の温泉。そして料理が結構手が込んでいて、山の宿の田舎料理とは一線を画す料理が食べられるんです。ハンドルを切るたびに俗世間を置き去りにしてきた満足感に浸っていると、硫黄の匂いが漂い始めて、目指す場所が近いことを教えてくれます。ここなら体内で生成された天然ガスをうっかり排出しても気まずい思いをすることはもうありません。今は11月で、この先は通行止めになっているんですが、雪解けの春から秋にかけては磐梯吾妻スカイラインが開通していて、こんな景色が見られるんですよ。たどり着いたのは高湯温泉。400年を超える歴史のある温泉地です。ちょっとした日本料理屋に入っていくような気分。ロビーは和モダンなテイストに、この椅子は飛騨産業だったか柏木工だったか、とにかく飛騨の家具だったと記憶しています。山形の湯戸の庵も確かその辺りの家具で、あれが洗練された宿の雰囲気を大きく決めていると思いますよね。沢音が聞こえています。最近のひげの家は露天風呂付き客室までできて、高級旅館の様子を見せ始めていますが、もちろんそちらにも興味はありますが、今回は昔を懐かしむように和室8畳のお部屋を選びました。部屋には硫黄の匂いが漂っていますが、すぐに麻痺して気づかなくなります。ただテレビなどの電気製品は電気系統がやられて3ヶ月から半年ぐらいしか持たないそうですよ。何年ぶりかのひげの家のお湯とのご対面。白く濁った湯、そして硫黄の匂い。これ以上温泉らしいお湯があるでしょうか。光の具合でしょうか。時々青白かったりエメラルドがかって見えたりして、ほんと白い湯は神秘的。湯の花舞うお湯に身を沈めると、そこはもう至福の時。このお湯を前に温泉好きはひとたまりもありません。露天風呂は総ヒノキの通路の先にあります。ちなみに男湯は一度浴衣を羽織ってから露天風呂へ行くことになるのですが、女性はそのまま露天風呂へ行けるようです。乳白色の湯は濃厚で肌触りが滑らか。湯の花が沈殿していて、足でかき回すと濁りがさらに増します。木の縁に寝そべると、ヒノキと硫黄の香りが絶妙な配分で鼻腔に届き、脳天を官能へと誘います。
世のほとんどの温泉はボーリングして地中深くから温泉を汲み上げるわけですが、高い温泉の場合はそばを流れる渓流を見れば分かる通り、そこら中から硫黄泉が自噴しているんです。ヒゲの家ではこれをそのまま湯船に引湯しかけ流しているため、お湯が濃厚かつ新鮮です。湯上がりにテラスで涼もうかなと思ったんですが、さすがにこの時期は寒いのでちょっと覗いただけ。ちなみに暖かいシーズンに訪れた時はこんな様子でした。小鳥たちが渓流に沿って飛びっぷりを披露していて、それを眺めながらコーヒーとかビールをぐいっと。一休みしていたら貸し切りベロが開いたので向かいました。ここは空いていれば無料で利用できるんですよ。札をひっくり返して階段を渓流の方まで下っていくと、そこの木造の小屋が脱衣所です。なんかパウダーをまぶしたようなさらりとした肌になりました。夕食前のひととき、暗くなるの早いですね。そして遠くに見える明かりが福島市内。土佐醤油はお作りをお持ちしたときにお使いくださいませ。あとは料理は畳敷きの広場にテーブル席。膝が痛い方にも楽でいいですよね。個室ではありませんが、テーブル同士は離れていますし、他のお客さんが楽しんでいる雰囲気が程よく伝わってきて、これはこれでいいですね。食前酒はシードルで、これは東三六醸造所というところで作られたものだそうです。果樹園大和さんとか高橋果樹園さんをはじめ、福島市内のリンゴ農家さんが育てた福島市産のリンゴから作られているそうです。カブの菊花あんかけというもので、綺麗ですね。お隣の県の山形は菊をよく食べる県なんですよね。朴葉味噌焼きは飛騨とか奥飛騨でよく出てくるやつですが、これが牡蠣なのは初めてです。焼いたきのこが3種、くるみ酢あえになっているんですけども、塩とか醤油でダイレクトに味わってみたいなっていう気もしました。で、誇らしげに水が置いてあったんですが、これ飲んでみたらめちゃめちゃ美味しかったです。新そば豆腐っていうんですけども、これはそばがきに近いものですね。黒毛和牛のステーキ。タチウオのつみれ汁。覚えてる。おやすみなさい。
おはようございます。人の宿ってありますでしょう。今ではいろんな方向性の人の宿があるので、一概にこういうものって言えるもんでもないんですけども、15年ぐらい前というのはある程度の傾向を思い浮かべることができた時代です。人里離れた山奥に天然の温泉を守ってひっそりとある小さな山の宿。お湯はいい、お湯だけはいい。ひげの家はそういう人界隈の宿にあって、女性でも安心して、いやむしろ前のめりに訪れたくなる宿、その先駆けだったのです。山野草の飾られた館内、ロビーは当初流行り始めていた和モダンにリニューアルされ、お料理はザ・山の宿の料理というものではなく、料理楽しみだなって思える人になったわけです。当時客やマニアの間だけで珍重されてきた極上のお湯を一般の人の、しかも女性にまで開放した宿と言えます。朝起きて露天風呂に出た。湯が朝日に照らされて青い白い光を返す。足先を沈めていく。そこにたどり着く。湯の花がそこに沈殿していて、ふわふわと綿が敷かれているようだ。一番風呂の特権。足でぐいぐいかき回すと濁りがもわもわっと浮き上がって湯がグリーンがかってきた。源泉温度は48度、浴槽の注ぎ口の温度はちょうど42度。偶然なのか、それとも人間を喜ばすために自然が起こした奇跡でしょうか。誰もいない朝風呂。ザブンと入っては木の縁に寝そべるを繰り返す。ひんやりとした空気が心地いい。寝そべった目線の先でターコイズブルーの湯が揺れる。新鮮な空気が沢音を運んでくる。意識が浄化されていくようで何も考えられない。この寝そべったところから見える色彩を心にしまっておくだけにした。